最近一生目がシパシパしてるんだよね。ってことでどうも、プラミンです。はい、ということで今回の動画は、目がシパシパとはもう全く関係ないんですけど、8月10日に新発売したこちらのキット、よいしょ。RG ガンダムバージョン 2.0。このキット、皆さん買いましたか？もうとんでもないぐらい高クオリティの最高のキットなんですけど、このガンダムといえば、だいたいプレミアムバンダイ限定とか、ガンダムベース限定とか、なんかそういう限定品で G3 ガンダムカラーのね、キットが出てると思うんですけど、この RG ガンダムバージョン 2.0 もね、いつか限定版で G3 ガンダムカラー出るんじゃないかなってことで、今日はそれを先回りして僕が G3 ガンダムカラーでこのバージョン 2.0 のガンダムをね作っていこうということで、今日はこちらの RG ガンダムバージョン 2.0 を G3 ガンダムカラーに塗装する動画になってます。ってことでね、早速作っていきましょう。ではいざ開封。はい、ってことでね、まあもちろんレビュー動画を作ったので、もう組み立ては終わってます。もう本当にどこをどう見てもめちゃくちゃかっこいいのよ。で、このキットちょっと完成度高すぎて回収ポイントあんまないんじゃないかなって思って、なので今回はねちょっと製品サンプルみたいな感じで、特に目立ったディテールアップとかそういうのはしないで、シンプルに丁寧に作っていきたいと思います。ってことで早速制作開始です。はい、それじゃあ早速加工開始していきます。まずはモールドの彫り直しから。このキット RG というだけあってかなりモールドは多いので、塗装した後にモールドが潰れないようにモールドを彫り直しておきます。使っていくのは BMC タガネ量産型の 0.2mm です。こんな感じでタガネをモールドに沿わせて撫でていくだけ。これ力入れすぎるとはみ出てね、後で傷になってちょっとめんどくさいので、本当にほぼ力を入れないで削っていきます。これも本当にひたすらモールドをただカリ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 やっていくだけの作業なので、取れ高全くないから初めてねこの作業をするだけの配信をやってみたんですけど、マジで絵がずっとカリカリしてるだけでした。とまあこんな感じでモールドの彫り直しが完了するとこんな感じになります。このパーツにあるモールドのラインがかなりくっきり出てるのがわかると思います。これがねめちゃくちゃ大事で、墨入れをする時にもすごい綺麗にね入っていってくれるので、彫り直しはマジで大事。続いてパーツのエッジ出しと表面処理やっていきます。まずはエッジ出しからパーツの角の部分を狙って削っていきます。削ってみるとこんな感じで、右がエッジ出しをしたやつ、左がしてないやつですね。ちょっと分かりにくいけど端っこの C 面が消えてるって感じ。そしたら600番1000番と番手を上げて傷を消していきます。そしたらこの処理を全パーツにやって、続いて表面処理。表面処理もエッジ出しと同じで400、600、800、1000みたいな感じで番手を上げて整えていくんですけど、全カットですね。はい。ちなみにここまでのモールドの彫り直しとエッジ出し表面処理全部合わせて丸1日だったんですけど、多分動画にしたら2分ぐらいじゃないですかね今。やばいね。はい、ってことで全パーツの処理が完了して、ここからねパーツ洗っていくんですが、なんと今回から新デバイス、こちらの超音波洗浄機をね導入します。いやーついに買いましたよ、超音波洗浄機。なんかね Amazon のプライムデーセールでちょっと安くなってる超音波洗浄機があったので買ってみました。じゃあね早速開けてみましょう。おー、これが超音波洗浄機の本体ですね。この蓋を開けるとあ、そういうことね、この中に入ってんだ。でこれが網かな、なんか超音波洗浄機感あるわ。説明書読む限りまあ簡単だね。使い方はコップを使って水をこれの中に入れて、あ、洗剤を入れて洗っていいんだ。でこのクロスはなんだ、分からんけど早速ねこれを使って洗浄していこう。はい、じゃあ早速超音波洗浄機使っていくんですが、こんな感じでボタンを押すことでタイマーの時間を変えることができて、90秒刻みで増やせるみたいで、水を入れるとこんな感じで、まあ普通に水が入ってるって感じで、ここに洗剤を入れる。いい感じだね。でこの超音波洗浄機本体にガンプラのパーツを入れていくんだけど、どのぐらいまでパーツ入れればこの洗浄の効果が最大限出るのかみたいなのが分かんないからマジで適当に全部ぶち込んでます。これの正解マジで分からないから、もしこのぐらいにしといた方がいいよみたいな知ってる方いたらコメントで教えてください。はい、で1回目の洗浄が終わるとこんな感じ。かなり水が濁ってるから、これはねめっちゃ綺麗になってる感じがしますよね。でも本当に申し訳ないんですけど、洗浄前のパーツを取り忘れたので比較ができないっていうね。ただ洗い終わったパーツはこんな感じでめちゃくちゃ綺麗になりました。なんか今までこう手でゴシゴシ洗ってたのがバカに思えるぐらいめっちゃスピーディーだし、めっちゃ綺麗になりますね。これは導入してよかったと素直に思います。ちなみに全然案件とかじゃなくて普通に興味があって買っただけですね。はい、でパーツの洗浄が全部完了したらここから塗装をやっていきましょう。
はい、じゃあまず缶スプレーのタミヤカラーオレンジでバックパックのスラスター内部を塗り分けしていきます。ざっと内部だけ色が乗るようにシュッシュとスプレーを吹いていく。動画撮ってないんですけど、塗って乾燥、塗って乾燥、塗って乾燥で3回ぐらい塗ってますね。こんな感じに綺麗に色が乗ったら、この固形接着剤ひっつき虫を使ってマスキングしていきます。中身はこういう練り消しみたいな感じになってて、すごいね伸びるんだけど、これをマスキングしたいところ、今回ならスラスター内部にもりもりと乗せていきます。こんな感じにひっつき虫を乗せ終わったら、スラスターの外側を塗装していきます。今回使っていくのは EX シルバー。はみ出たイエローも潰れるようにしっかりと色を乗せて、これでスラスターの塗装完了。マスキング剥がすのは全部の塗装が終わったらやるのでお楽しみに。はい、そしたら本体塗装に入っていくんですが、まずはフレームから。このキットフレームが2色の成型色で再現されているので、まずは濃いフレームの部分、これはいつも通りスターブライトアイアンで塗装。それじゃあ早速塗っていきましょう。このスターブライトアイアンは本当に雑にかっこよくなるから、マジでどの動画でも言ってるんだけど、めちゃくちゃおすすめです。本当にもうとりあえずフレーム塗るならこれ買ってけば間違いない。塗ってみるとこんな感じ。もう超光沢ギラギラで、しかもちょっと暗めな色になってるから重みがあるんだよね。塗装前後で比較してみるとこんな感じ。プラスチックが金属に変わる瞬間です。最高。続いて薄いフレームの方も塗装に使っていくのは EX シルバー。これはねザシルバーって感じ。とりあえず塗っていきましょう。フレーム系はさっきのスターブライトアイアンとこの EX シルバー、とりあえずどっちか塗っとけばめっちゃ金属っぽくなるんで、ぜひねやってみてください。塗り終わるとこんな感じ。さっきのスターブライトアイアンよりかなり軽めな金属って感じ。続いて本体外装の赤、青、黄色の色を消すためにミスターカラーのグレーサフ塗っていきます。 G3 カラーはサイドが低いので下地は大事。続いて本体外装メインカラーの塗装。今回はクールホワイトにライトガルグレーをちょっとだけ足してグレー寄りのホワイトみたいな感じの色を作っていきます。でなんですけど、この動画の冒頭でも何枚か画像を載せたんですが、 G3 ガンダムって媒体とか商品によってマジでめちゃくちゃ色が違うんですよ。並べてみるとこんな感じ。基本的に本体外装はグレーかグレーっぽい白って感じで、お腹とかシールドの部分はめっちゃ青いやつか、なんかちょっと紫っぽいやつとかいろいろあるんですよ。これ悩んだんですが、今回は初代 RG のG3 ガンダムカラーとロボット魂版の G3 ガンダムカラーを混ぜた感じで塗装していきます。本体外装をちょっとグレーっぽい白にしたのはロボット魂版っぽくしたかったからですね。そんな感じのイメージで塗装した外装がこんな感じ。右側が塗装済みのパーツですね。ちょっとグレーっぽい感じ。続いて本体外装ブルーの部分を塗っていきます。使うのはミスターカラーのエイザーブルー。これがねもう僕 G3 ガンダムの青色ですみたいな顔してるんだよね。マジでめっちゃこう考えてた通りの色そのままこれです。はい。でエイザーブループラスチックスプーンに吹いてみるとこんな感じ。いやもうマジで G3 ガンダムの青。しっかりパーツにも吹いていくんですが、マジで本当にこれ求めてた色そのままなんだよね。朝食しないでこの色を作れたのは本当に嬉しいですね。続いて一部外装パーツはメインのカラーとちょっと色を変えたいのでメカサフライトで塗装。本体外装よりちょっと濃いめのグレーって感じ。続いてちょっと薄いブルーのところを塗装。これは前にデュエルブリッツをブリッツカラーに塗装した時に作った紫色の塗料、これを白サフにちょっとだけ混ぜて色を作っていきます。プラスプーンに吹いてエイザーブルーと比較してみるとこんな感じ。めちゃくちゃ薄いパープルって感じ。これを全部のパーツに吹いて残りのパーツも塗装が完了したら、これにてエアブラシ工程は終了。はい、エアブラシ塗装が完了してパーツが全部乾燥したら、続いてフレームにドライブラシをやっていきます。まずスターブライトアイアンを塗装したフレームにシルバーでドライブラシ。まずこんな感じで筆に塗料をのせて、もうこれ塗料ついてないんじゃないのっていうカッサカサになるぐらいまでティッシュで拭き取っていきます。そしたらカッサカサになった筆をパーツにこすりつけていきます。もうマジでこうガサ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 っつってこするだけ。ドライブラシが完了するとこんな感じ。右がやった方で左がやってない方。さらにマクロで撮ってみるとこんな感じ。パーツにシルバーで細かい傷みたいなのができてるのがわかると思います。これをフレームのパーツ全体にやっていく。そしてスラスターのマスキング剥がすの忘れてました。剥がしていきましょう。このマスキングに使ったひっつき虫は固形接着剤でパーツに残りはしないんですけど、取るときに結構くっついちゃうことがあるので、いい感じに剥がしていきます。剥がしてみるとこんな感じ。いやめちゃくちゃ綺麗に色分けできましたね。こういう奥まった部分のマスキングにはひっつき虫すごい便利な
なんで皆さんもお試しあれ。はい、そしたらまたドライブラシに戻っていくんですが、 EX シルバーで塗装したフレームはメタルブラックでドライブラシをしていきます。やり方とかは変わらないのでカット。はい、これにてフレームの加工完了しました。ってことでこのキットね、フレームだけで組み立てることができるので、フレームだけでちょっと組んでみましょう。組み立てるところも動画には撮ったんですけど、ちょっとここ全部流してると尺長いので早送りでちょっと飛ばしていこうってことで、フレームだけで組み立ててみるとこんな感じ。どうですか？めちゃくちゃかっこいい。フレームだけでもこの完成度。ドライブラシをしたことによって傷ついた金属、汚れた金属みたいな感じがしてめちゃくちゃいい感じにできたんじゃないでしょうか。フレームだけでもすごいかっこいい。未塗装状態のフレームと比較してみてもかなり完成度の高いフレームに仕上がったんじゃないでしょうか。なんか最初フレームね、外装つけて見えなくなるところは塗装しないでおこうって思ってたんですけど、なんかもうどこのフレームが露出してどこのフレームが出ないのかもう分かんなすぎて逆にめんどくさかったんで全部塗っちゃいました。続いて外装パーツの細かい処理やっていきましょう。まずは外装各所にレッドチップの貼り付けをやっていきます。こんな感じで赤色に塗装したプラ棒をこういった外装パーツのなんか貼ったらいい感じになりそうなところを探して貼っていきます。こういういかにもレッドチップ貼ってくださいみたいなくぼみとかにも貼っていく。プラ棒をカットしてタミヤの流し込み接着剤を貼りたい箇所にちょっとだけ乗せてカットしたチップを接着。貼ってみるとこんな感じで外装の色とも違うし、なんか細かい情報量が増えるしでめちゃくちゃいい感じ。胸部全面走行とかもなんかちょっと寂しいので貼り付けてみるとちょっとしたディテールアップになりますね。続いて墨入れ。今回もいつものタミヤの墨入れ塗料グレーで墨入れやっていきます。パーツのモールドに筆をそっと当てるとこれが気持ちいい。もうこれのためにモールド掘り直ししてますから最高。はい、塗料の流し込みが終わるとこんな感じ。モールドがはっきり目立ってすごい存在感がありますよね。でこれを全部のパーツにやったらこのエナメル溶剤ではみ出たところの拭き取りをやっていきます。溶剤を染み込ませた綿棒とかでガーって拭き取ってこれで墨入れは完了。続いてみんな大好きデカール貼り。今回はキット付属のリアリスティックデカールも一部使っていきます。まずじゃあリアリスティックデカールから貼っていきましょう。貼っていくのは地球連邦のエンブレム。パーツにデカールを軽く乗せて綿棒でしっかりと貼り付けていきます。これ本当だったら水転写式デカールでやりたかったんだけど、地球連邦のロゴとかが入ってるデカール持ってないっていうね。貼ってみるとこんな感じ。水転写式にはさすがに劣るけどガンプラのこのデカールかなりね薄くて綺麗です。あとは肩とかにも地球連邦のエンブレムを貼っていく。そしたら次は水転写式デカールを貼っていきます。使いたいデカールをカットして水につけて濡れたスポンジの上に置いておく。こうすると綺麗に剥がれる。そしたらデカールを貼りたい箇所にミスターマークセッターを塗布してデカールを乗せる。いい感じに位置を調整したら余分な水分を拭き取り、そうするとこんな感じでめちゃくちゃ綺麗に貼れると。 G3 ガンダムなんで03貼ってみました。デカールを貼り終わったら最後にウェザリングやっていきます。今回のウェザリングはミスターウェザリングカラーのマルチブラック。これで装甲全体の汚れを表現していきます。ウェザリングカラーを筆に取ってパーツ全体にまんべんなく乗せていく。塗り残しがないようにもう本当にビッタビタに塗っていきます。塗り終わるとこんな感じ。なんかもうちょっと汚い感じになりましたね。ウェザリングカラーを塗り終わったらメラミンスポンジで拭き取り。この拭き取り加減で汚れの量を調整できるのですごいねやりやすいんですよね。これ今回はある程度全体が汚れてるっていうぐらいに留めておきます。なんかちょっと雨風にさらされたんだろうなみたいな感じ。はい、そしたらウェザリングを全パーツに施していよいよラスト艶消しスーパースムースクリアを吹いてこのイケメンフレームに装甲を取り付けていきましょう。組み立ててこれにて RG ガンダムバージョン 2.0 G3 カラー完成です。はい、ということで RG ガンダムバージョン 2.0 G3 ガンダムカラーついに完成しました。どうですか？これ限定品です
でも本当に限定品として絶対出ますよねこれ。いやー、それにしても G3 ガンダムカラーはかっこいいね。スグミと比較してみるとこんな感じ。印象はかなりガラッと変わったし、ただでさえ多かった情報量がめちゃくちゃ増えました。今この編集中もね、しっかり机の上に飾ってるんですけど、惚れ惚れするかっこよさ。このキットスグミでも塗装の必要がないぐらい本当に高クオリティなんだけど、塗装をするとさらに跳ね上がるね。ポテンシャルの塊って感じ。そしてこのめんどくさいところは絶対に塗装しないプラミンがフレームまで全塗装するとかいうめちゃくちゃ珍しい現象が起きました。恐るべしバージョン 2.0。 あと塗装フェーズでも話したんですけど、 G3 ガンダムって G3 ガンダムだけでもめちゃくちゃいろんなカラーバリエーションというかいろんな種類があるんですが、めちゃくちゃカラーリング悩みましたね。ちなみに皆さんは G3 ガンダムって言ったらめっちゃ濃い青色かちょっと薄い青色、どっち派ですか？僕はもともとイメージはちょっと薄い青色だったんで、一応ねそれにも近づけてみた感じです今回。皆さんの思う G3 ガンダムカラーどっちかね、ぜひコメントで教えてください。ていうかディテールアップはしませんとか言ったのにレッドチップ貼ったりなんだかんだやっちゃうよね。これがモデラのサガってやつです。それにしても塗装がめちゃくちゃ楽しいキットだったんで、他のカラーリングでも全塗装したくなるぐらいやっぱこれはねいいキットです。ということで今回は RG ガンダムバージョン 2.0 を G3 ガンダムカラーに塗装してみたんですが、いかがだったでしょうか？もしねこの動画この作品少しでもいいなと思ってくださったら高評価チャンネル登録していただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。個人的にはなんかもうどっかに展示したいぐらい自分の中でも完成度高いですねこれということで今回の動画は以上です。それではまた次回の動画でお会いしましょう。プラミンでした。